神龍証券。なんてことをしたの？主を守りました。来なさい。よく見なさい。これが主を守った結果よ。大奥様、父をこんな姿にしたあの者に厳罰を与えてください。当主様の命を狙った罰だ。自業自得だろ。濡れ衣だ。我らは妻子を頼んだだけだ。茶に毒を盛り拉致することが。でたらめ言うな。当主様が毒に侵されてるように見えますか？当主様、失礼なことをしてませんよね。気を失ってたから、あの時の出来事は。ほら、やっぱりあの者が父に怪我を負わせたのです。私たちは丹木家のために祈っていたのに。当主様、大奥様、公正なご判断を。お前も始末すべきだったな。丹木家はじき神龍家に乗っ取られるわね。前当氏の妻の私でさえ顔色を伺わないといけないもの。いつの間に神龍家は我が使徒家を抜いてナンバー2になったの？おっしゃる通りです。なんて生意気なボディーガードなんでしょう。おばあ様、証券が何をしたにしろ全ては私のためなのです。ほう。ではこれは何？証券が送った密書よ。証券の部屋で見つけたの。陽明師の体は神も同然。体から離れたものは焼却するべきなのです。誰かに悪用されないためにも。陽明師の髪を隠し持つとは、当主様を呪うつもりか？お前たちと一緒にするな。神龍証券、信用してたから銃の所持と屋敷への出入りを許したのよ。どうやら私には人を見る目がなかったようね。それは。黙っていなさい。キア、そもそも何が問題だったかわかる？あなたが権限を与えすぎたから。彼は丹木家のルールを無視し、身勝手な振る舞いを。だから今回の件にはあなたにも責任があるわ。キア、誰かに頼りすぎるとこういう結果になるのよ。おい、証券に何する気だ？当主様、彼は密書を送っただけでなく当主様を裏切ろうとしたのですよ。ありえない。密書の暗号が解ければ全て明らかになります。神龍家の者は何と言ってるんです？処分は任せると裏切り行為に失望してましたよ。裏切りか。何かの間違いだ。証券が裏切るわけがない。当主の私が保証する。当主様、事実です。丹木家に来た目的は当主様を監視すること。それは誰の指示だ？これ以上は言えない。神龍証券、どんな気持ちで丹木家にいたんだ？丹木家をただ守りたい一心だ。解けそう。解読できた箇所の内容は丹木家や陽明師に関することです。情報漏洩で間違いないでしょう。手紙にナンバリングがされており、年間数十通送られてるかと。数十通？当主になったのに証券を守れない。すみません。ずっと騙し続けて。何か事情があるんだろう。丹木家の誰かが脅してるのか？誰にも脅されてません。本当です。私の任務はあなたを守ることでした。その任務を全うできて誇りに思っています。証券。当主様、タコ揚げの話を覚えていますか？タコ揚げの話。確か人との関係はタコと同じで、糸を強く握ると高く飛べず、
緩めすぎると落ちてしまう。空高く飛ぶタコを強く引くと糸が切れて二度と戻ってこない。こんな時に何を言ってるんだよ。当主様、この世のものには終わりがあるのです。でも一つだけ永遠に続くものが命の思想、魂です。魂とは時の果てに存在し、終わりでもあり始まりでもある。いつか当主様もそんな魂に出会うかもしれません。そこは異次元の世界で現在と未来が同時に進行します。この宇宙の全ては時空の流れの通過点に過ぎないのです。証券、何のことだ。当主様、手を出してください。あ、誕生日ですね。本当の誕生日を。ちゃんとしたプレゼントを用意できませんでしたが。ずっと知ってたんだな。単木家は複雑です。いいですか、人の言葉は信じないように。でも霊魂は違います。やはり英霊を迎えてください。私はもう一緒にいられません。英霊なんかいらない。証券どこにも行かないで。どこにも行けませんよ。誓います。神竜証券は永遠におそばにいます。証券嫌だ。証券を失いたくない。当主様、何を。一緒にここを離れよう。大変です。神竜証券が当主様と逃げました。何ですって。当主様、どこへ行くんです。どこでもいい。ここから離れよう。あなたは陽明師、妻子は。大丈夫だ。地面さんもジュンもいる。何があろうと証券を逃がすんだ。当主様。神竜証券、逃がさないわよ。当主様、それはなりません。ご覧なさい。彼が何年もあなたと単木家の秘密を漏らしてた動かぬ証拠よ。ずっと外部から指示を受けてた。あなたも彼に操られていたってわけよ。考えてごらんなさい。当主になってから彼が関わっていないことがある？私の誕生日を知ってる。その気になればいつでも私を殺せただろ。証券。証券。なんでだ。なんでこんなことするんだ。銃を下ろして、証券。はい、わかりました。神竜証券、当主に何かしたら生きてここを出られないわよ。証券。やめろ、やめるんだ。当主様、覚えていますか。人を簡単に信用してはいけないと。
黄泉の鏡を持っていても人の心は見抜けません。おいやめろ、撃つんじゃない。さようなら。しっかり証言。少し休ませてください。宗師様。証言起きるんだ。死ぬな。死んじゃダメだ。許さないぞ。私に触るな。離してくれ。証言。この触手は檀木木の苦しみを伝えてくると同時に僕の力を吸い取ってる。僕まで飲み込む気か。分かったぞ。あんたがずっと檀木木に取り付いてたのか。あいつは今でも自分があんたを殺したと自分を責めてる。あいつは何年もの間悔やみ苦しみ続けてきたんだ。なんで解放してやらないんだ。封印を解けるのは唯一英霊だけよ。夜道へ入り彼を悪夢から救い出せるのはあなただけ。まずい。このままじゃ僕も飲み込まれる。どうすればこいつを倒せるんだ。当主様、人との関係はタコと同じです。空高く飛ぶタコを強く引くと糸はぷつりと切れて二度と戻ってこない。あれは檀木木なのか。あ、檀木木。ずっと待っていたのに現れなかった。今になって分かったんだ。彼の魂が会いに来ない理由が。彼は死んだのに檀木家はその体を利用してた。だから会いに来るはずはないし許すはずもない。あんたのせいじゃないよ。ケイカ言ってたよな。残された人の方が死んだ人より辛いと。その通りだ。あんな別れ方は嫌だ。せめて理由を話してほしい。毎日待ち続けた。で
でもどんなに待っても彼は現れなかった。あんたには僕がいる。ずっと離れない。僕は待ってるよ、未来で。そう、目覚めたの。経過はどうしてる？キー兄さんの看病。無事でよかった。今回はあの子の大手柄だわ。では明日の採取は？予定通り行うわよ。先日当主様が襲われた件ですが、神竜家が黒幕なのかも。神竜証券を移動させては。有能な英霊に任せておきましょう。私たちはもう迂闊には動けないしね。遅かれ早かれこんな日が来ると思ってたわ。紳士王、昔から丹木木のことを知ってるんだよね。ええ、そうよ。以前の丹木さんはとても明るかったわ。あの頃の彼が一番輝いてた。私は証券が嫌いよ。彼のせいで丹木さんは変わってしまったから。丹木さんを深く傷つけたのは彼の死ではなく、彼が無責任に全てを終わらせたことよ。まだ子供だった彼がどれだけ自分を追い詰めて今の姿になったと思う。証券のお葬式の時、丹木さんは涙を流さなかったそうよ。そして彼の死から7日後に彼の墓前で髪を切った。命を奪わなかった証券に感謝しろ。お前らの誰か一人でも死ねば黄泉の鏡で真相が明らかになったのだからな。せいぜい頑張って長生きしろ。私より先に死ねばすぐに真相を暴いてやる。自分を守ってくれる人は二度と現れないと思ったのかも。あれから彼は変わっていったわ。彼らは証券を消せば前のように丹木さんを操れると思ったようだけど、思惑は外れた。滑稽よね。史上最強の養命士を操ろうだなんて。丹木さんをあれほど穏やかにできるのは神竜証券しかいないのかも。丹木さんを完璧な世界で包み込んでた。でもその世界が壊れたら誰も丹木さんを導くことはできない。証券は自分が死ぬことで今の丹木さんを作り上げたのね。でも数年経って丹木さんはなぜあなたを英霊に？僕を？あなた昔から丹木さんと面識が？ないけど。あなたが死んでしまうずっと前に私たちの知らない丹木さんと。それは向こうへ。また雨か。明日の祭祀が順調にいくといいが。宗主様、準備が整いました。よろしい。すぐに連れ戻してやる。証券。彼はまだ生きてる。自分を過信してたようだ。許してくれ。もう逃げない。終わらせよう。